すげえ小沢ついてるじゃないですか。小沢改めはい。新小沢です。マジっすか。新はカタカナです。かっこええエヴァンゲリオンみたいな。なんかもうちょっと期待したんですけど、普通でした。まあですよね。ラジコン全然されてなかったんでしょ。全然やれてなかったですね。あれです。一応スタッフの取り付けの方も右左にはい。一応西を今つけてるんで、はい。走らしてどうなるかちょっと見てきます。ああ、型があるって言ってたやつですか。まあ個人的にはあれくらいだったらそうですね。許容してもいいかなと思ったんですけど、ただあんまりよろしくないっていうかとりあえず手っ取り早い対策はしてみる。アンテナ仕事はこれで十分です。でもラジコンはされてなかったけど、こう動画見たりとかイメージしたりとかはされてましたよね。はい。そう全然走りに出てますよ。落ち着きがありますもん前回。はこの間より、ああれです。この間の自分の動画を見て、はいはいはいはああダメだと思って岩本さんのと見比べて、なんですかね。なんかでも分かりますよね。なんか余裕があるかないかとか、はい、その車をコントロールはい、どんくらいできてるかできてないかは、はい、本当に岩本さんに言われた通り、途切れ途切れで、全体の流れがダメっすね。今回いいんじゃないですか。そう言ってもらえれば、ちょっとアンダーが気になりますけど、はい、あれですね、言い訳していいですか。言い訳しますね。言い訳してもらっていいですよ、全然。はい、動画撮ってないんで大丈夫です。本当ですか。はい、新しいので、結構まだ特性やっぱ違うんですね。いいんですけど、なんだろう、ブレーキがちょっと効いちゃうのが気になります。アンプの特性でオーバースピードで突っ込んじゃうということですね。はい、オーバースピードは僕の指がダメですよね。はい、オーバースピードで突っ込んでブレーキかけてケツが出る。そのイメージがちょっと違うわけですね。なるほど。前のやつだともうちょっとしっかりブレーキが効いたのがちょっとまあ突っ込みすぎてるのが良くないですけどね。だからもうこの辺でブレーキをもう感じ始めるといいですよ。ちょっと手前で、はい、1回でガンって決めるんじゃなくて、はい、この辺まで頑張ってこの辺で1回入れて、そこから探りながら姿勢を作っていけばいいです。そうですね。はい、やっぱり落ち着いてちゃんと走るっていうのが一番です。でも全然いいですよ、この間より。大丈夫大丈夫。まだ見ててもあーってなってるだろう、なるだろうなって思いながら。いいですね。けどやっぱり面白いですね。ちょっと取れなくなったので、また地元でPタイルにはなるんですけど、走り込もうですね。あと自分の事務所の駐車場でちょっと走らせようかな。オレンジ色の薄いパイロンっていう、あれは一応買ってあるんですよ。全然いいです。だからもうコースみたいにいっぱいこうコーナーを作ってとかっていう必要はないと思うんですよね。8の字の変形ぐらいでいいのかなっていう。でちょっとストレートが作れれば車速をちょっと乗せれたりとか。そうですね。まっすぐと
帰ってくるときに一回カクンってなるぐらいのコースでもいいのかな。そうですね。で車のその声を聞く練習をするぐらいの感じだったらもうそれで十分だと思う。そうですよね。はい。やっぱり1個目のコーナーストレートから1個目のコーナーに入る時のアプローチでも全てが決まるので、はい、まあ実際それができればコースがあっても走れるはずなので、はい、いいですね。これだったら宮本さんに見せれますね。宮本さんもお忙しそうですけどね。そうですね。まあまあまあ。今回はもしかしたらちょこっと顔出すかも。来なくていいのに。まあ無理しないでと。もう卒業した人来なくていいのに。あれなんですよ。卒業はしてませんね。あれだけど、吉田さんも卒業とかそういう制度はねえとか言ってる。ないですけど。まあやるもやめるも。そうですそうです。そうです。楽しくないのに無理してする必要はないので。楽しくないんでしょうね、ドリフトが。いやけどあれ前回来た時に、ちょっと僕の転がしてもらってね、楽しそうにやってましたけどね。ですね。だと思います。まあだからちょっと落ち着いたらね、またこの頃には僕も一緒に走るぐらいになってるように頑張ります。そうですね。いいですね。本当に福川の南くらいですね。にサーキットがあるんですか？じゃなくて、福川サーキット、埼玉は、その知り合いの会社がある。その会社の中にコースがある。ああ、なるほど。今P タイルになりました。意外とそこが僕のホームコース。P タイルは分かりやすくていいですよね。最初は黒 P タイルです。グレーのなんかグレーの方の最後なんか女の人の名前みたいな名称ね。ガッチガチじゃないやつですよね。そうですそうですそうです。ショッピングセンターの床みたいな感じじゃなくて、ちょっとあれですよね。艶がないっていうか。そうですそうですそうです。なるほど。これね、荷重でのタイヤを押さえつけて抜いてのグリップ変化っていうのは感じれますよね、十分。で、その埼玉の彼が中古でハイブリッド持ってるんですよ。中古で結構フルオプションかなんかだったみたいで、マルチリンクもついちゃってて、全然わかんないって言ってたんで、大丈夫、俺データ持ってるからって言って、まずそれに合わせた方がいいです。なるほど。まあギルドに行くのが早いですけどね。まあそうですね。はい。もうちょいですね、リアタイヤを感じる意識をして走ってもらっていいですか。そう。ここでしっかりこの辺からもリアタイヤを感じる。そこはコースじゃない。ショートカットして逆走になっちゃって。この辺からもリアタイヤで感じて、そうですね。この辺からリアタイヤを感じて。感じるための感覚が分かってくると、手前からリアタイヤを感じれる持っていき方が分かってくるんですよね。そうするともっとリアタイヤを使って曲がれるようになるんで。今まだ感じきれてないから出ちゃうんですよ。そうなんですよね。この辺からもうリアタイヤを意識して。いいですいいですいいです。
そうすると絶対ステアリングも使わないといけないので、一つの塊でモーションを持っていくみたいな。そうリアタイヤを意識して、リアタイヤを意識しながら移して、リアタイヤで曲げていく。リアタイヤをこの辺からも意識して、コースを見てなかったですねコースが悪い。不器用なんででも今一瞬感じれてたような感じがしますけどね。だから今だったら左コーナーだったら右後ろに乗る前の左後ろもから感じていかないといけないですよね。そうですよね。うん、そう余計にこれだったらもう右後ろから感じて、それを左後ろに移してやらないと早めに感じれないですよね。右後ろ左後ろ、ちゃんと右後ろ左後ろで右後ろ。いいですどんどん壊して日本の経済を回しましょう左後ろ感じで、これ右後ろに回していったのをアクセルで曲げていく。いいですよコースが悪い。コースがもっと広ければそういうことでコースに合わせて走りに行かなきゃダメですから右後ろの左後ろの右後ろの左後ろの右後ろの右いいですよ。右後ろのちゃんと感じて、これ丁寧に左に移して、左後ろ右後ろにちゃんと移していく。頑張って右後ろ左後ろに行って、抜けたったから、もう一回左後ろに乗せて右後ろ左後ろを感じて抜いて、右後ろに移して、右後ろで左右いいですねいいですそうすると絶対モーション、コーナーに入る手前のモーションのところでもう1テンポ手前から必要っていうのを感じますよね。はい、そこが一番難しくて大事なところですね。そうですね、はい、モーションに入る前のところの準備のところが。そうグリズリーって言っちゃったりとかっていうことですよね。もう前に8割意識いって後ろ2割しかなく、多分その時って本当に荷重も多分その比率ぐらいになってるんですよ。そんな気がします。はい、そうするとこれもうアンダーになるっつっても、もうリア8タイヤ2ぐらいで突っ込んだ時の状態ですよね。ということは荷重も前のタイヤにも2しか使えないので、それで曲がろうと思っても曲がらないんですよね。そうですね。でも意識的に50ぐらいでコーナーに入っていったら、ちょっとフロントタイヤ使いたいからと思ったら、ちょっとだけ6前のタイヤ意識、後ろ4の意識ぐらいの感じでできれば、前のタイヤ使ってあげて、姿勢を変えてあげて、すぐ後ろにして、また64、後ろ6前4とかっていうバランスにこう変えていければ、もっとできることが増えるっていう感じだと思う。それを意識して7、3、2昨日の夜駐車場見たらすごいなんか目線を感じたんで、もしかして小沢さんも来てるんじゃないかなと思ってで駐車場見たらですよ、あそこにパンダのうちわがあそこに誰かが立ててるんですよ。本当だあれがずーっと僕の方見てるんですよ面白いめっちゃギャラリーがそれ仕込みじゃないですか。違うんですよ小沢さんかなと思っていや俺があんなちっちゃかったかなと思ってそれはそれでまたネタですけどそうですねやべそのネタはね、いや俺の中ではそれあれ自作自演ですね違いますってしかもこう真っ暗なんですよ怖であそこに立ってると、セブンイレブンの明かりがあれに反射して、パンダだけがやたら光るんですよちょっと怖いですよ。怖いですね、真っ暗な中にパンダが確かに俺地元っていうかレース絡みの仕事の人たちにはクマさんって呼ばれたりとかしてるんですよ。だからもしかしたらネタ的に繋がってるでしょう。小沢さんが立てていったんだろうなとけどパンダはクマじゃなくて猫ですからね。そうですね
びっくりしました。昨日夜びっくりしました2時ぐらいに駐車場でめっちゃ光りながらこっち見てるんですよ。それはビビりますね。っていうかなんかお祭りとかあったんですか？いや分かんないです急にパンダって。急にパンダがいい。ニコニコしてこっち見てます。小沢さんの走りを見てます。やめてください。笑われてるんです笑ってますね、手上げてお前白黒だけど俺の勝ちだね本当だお揃いだそうほらパンダが見てますよほらそういうまたアンダー出してるよ全然ダメだなあっちのパンダみたいなまあでも多分今なんとなくイメージが伝わっただけなんで、それイメージしてまた動画とか見たりすると、そうですね、はい、その辺が上手な人はやっぱり車をこうなんですかね、余裕持って操ってるというか。悔しいけど宮本さんうめえですよ。悔しいけどとか言っちゃ失礼なんですけど。いやいいですよ。しれーっとうまいですから。そう。でもそれ意識するだけでまだ使えてはいないけど、リアタイヤを使ってる今の感じとかですね、はい、リアタイヤをちゃんと使って曲がってる感じはさっきにはないような。いいですね。いいですね。さすがです。ちょっとずつですけど、言ってるそばからせっかく FR だからやっぱりリアタイヤを使ってる感触っていうのを感じれた方がより運転は楽しいと思うんですよね。いや本当にそうだと思います。でそのためにはやっぱりそのタイヤが滑るっていうのもあるし、ドリフトなんでグリップさせるよりもタイヤのグリップって滑らせたら落ちるじゃないですか。そこを感じれるようになるために荷重移動をしっかりこう勉強していくというか使えるようになっていくっていうので、使えるようになればなるほど空転させててもタイヤのグリップを上げれれば、リアタイヤを感じれる度合いが変わるので。そうですね。やっぱリアタイヤでドリフトしないと。そうですね。アンダーでフロント外側のリアタイヤでですね。お、すげえ小沢ついてるじゃないですか。小沢改め、新小沢です。マジっすか。新はカタカナですね。かっこええエヴァンゲリオンみたいな。なんかちょっと型がありますよね、そのままだと。いや、こっちもね、一応修正はしてあるんですけど、2種を作ったっす。なかなかピントが合わないです。大丈夫です。で、こっちの方がちょっと緩いんですよ。で、こっちの方がちょっときつめなんですけど、一応下の動きも見ます。こっちはちょこっとガタがあるんで、ここの動きは全く問題ないんですけど、こっちがちょっとガタが少ないんで、実際少々お待ちください。ちょっとだけですよ。はい。準備があります。それはそのままパチって外れるんですか。これですか。はい。なんかついてる。
前回の小沢クエスチョンマークだとガタが大きかったので、だからみんな使わないですよね。はい、まんまとはめられたんですけどいやいや、そんなことみんな使いたいけど、やっぱほら高いじゃないですか、 YT 使わないといけないから。これが本来だとこれぐらい動くっす。はいはいはい。でこれがあら不思議、これが新小沢1、あら不思議、ガタがちょっと動きでも渋くなりません？こっち方向が、こっち側はまあ許容かな、と思ったので、これがバージョン1なんですけど、その対策も一応考えてはあるんですが、でもなんかこの負荷がかかったら動きがちょっと渋くなる気がします。じゃあ NG ですかね。このダンパーを潰した状態の負荷をかけた状態で、あとはそうなんですよね、これ実は入りも最初のボールを入れた側はちょっと広がるので口が入りがいいんですよ。で新品状態だと広がってないんで入りがきついんですよ。なので両方側一回広げてあげるとここの動きがもうちょっと良くなるのかな。ただこの手間をリーマンもしくはボールでやるのか、だけどちょっと安定しないんで、ちょっと動きがこれだとどうかなっていうところが今正直あったんで、これが1案目で、2案目が大丈夫ですよ、ゆっくりで。はい。今ならなんと深夜番組全然小沢さんの話聞いてないんでマリーゴールドをずっと聞いてたんで。知ってますでこっちだとこっちが一応さっきと同じ状況、同じようにするとは入ります。でまだ当たりのついてない、そっちでもちょっときついんですけど、こっちの方が動きとしてはそれをちょっと抑えて、どうですか、抑えてバネを縮めるぐらい抑えてる状態になってるわけですよね。はい、この状態では負荷は特別ない感じ。どうでしょう。スルスル動きます。はい。じゃあ大丈夫です。でこっちだと若干のこのガタっていう風に、これをガタというかどうか。でさっきのはこの状態でガタがない、代わりにここでの動きが、なのでまあこっちの方がいいのかな。はい。で実際これがそのままの状態なんですけど、それと元々の純正の組み合わせがこれぐらいのやっぱりちょこっとのガタはあると思うんで、まあこっちとの差と言ったらちょっと大きいかもしれませんけど、まあ最初のこっちの
ガタゼロのきついやつよりはまあこっちがいいのかなと、そうですね、はい、と思いますがいかがでしょう。いや、ここはなんかなるべくスルスルがいいと思うんですよね。そうですよね。であればこっちですね。で最初ほどのこの方だとちょっとそうですね、気になさる方、実際走ってればそんなにポーンって浮いた時はガタとして出るんですけど、そうですね、かかってる方だからですね、まあこのまんまでもいいのかな。でもし気になる方はこっちの、それは収縮チューブ？そうです。ご名答です。4パイかな。でこっちの渋い方が5パイで、こっちが4パイの伸縮チューブをなるほどちょっと縮めてここに入るぐらいの幅に切って炙って締め付ける。はい、ダブルシュボンだから基本的にはですね、横方向しか動かないからですね、でもしこの入り口とかちょっと気になるようだったら、広げてあげて、一回元のボール一回入れて抜き差しするだけでこっちぐらい簡単に入るんで、こっちがこれだとちょっときついなっていう人は、まあそれでもちょっと入れる時だけなんで、そこはお好みでいいのかなというのが対策案で、勝手に新小沢でいいんですかねよそのメーカーのやつでそうだろうなって思ってはいたんです、でもそれだとやっぱスムーズに動くかなっていうのがあったんで、こっちが4ミリの伸縮チューブで、こっちが5ミリなんで、まあこっちだとなんかテフロンのやつとかあるといいですよね、収縮チューブの。そうですね、材質見たんですよ。そしたらやっぱり PVC 系が多くて、でこれもやっぱり PVC で、あとテフロン系の収縮チューブも確かあったんですけど、ちょっとねすぐパッと手に入らなかったんで、まあ、それであればより滑りが良くなって、こっちでもいけるのかも。まああとは実際こうシリコン系の収縮チューブってあるんですね。なんかねありました。含有量だけかもわかんないですけど、伸縮チューブで調べたら PVC 塩ビ系が多いんですけど、複合材っていうかテフロン系の伸縮チューブもちょっとあるっぽいですね。とりあえず手近にあったやつでよしこれでやってって言って、あとパタパタして。なるほど。はい。じゃあ次はテフロンで。はい。そこまでは多分やったことあると思うんですよね。あとそうですね。ちなみにここの部品って某Y 社さんのやつと置き換えてできるんですか？ちょっとまだ部品だけ買ってまだ組み替えまで及んでないんですけど、ここの中の段付きとかの寸法系とか、ダンパー自体はうちヨコモさん多分同じですね、規格が。それだったら、ここの部品もヨコモさんのドリパケ系のダンパーの上の部品は金属のやつがあるんですよね。でそれを多分そのまま使えるはずですね。じゃあ金属のやつか。これってこの樹脂用のやつなんで、この部品だけも一応売ってたんですよ。なんでまあ YD2 系のがいけるかどうかちょっと分かんないです。これね、YD4、一緒か。ドリパケ系ですもんね、多分寸法が。まあちょっとやってみて、今後そっちもまた追ってなんかもうちょっと期待したんですけど、普通でしたまあですよね。だってここでこれ用の削りパーツ持ってきたらそっちの方が引くっしょ。いやなんか特殊な材質かなんかを、いやなんだろう、ちょっと宮本さん来てください。ちょっと見てくださいよ。小沢皮かぶってきましたよ。見てください、ほら小沢皮かぶりって言うな。ちょっといやちょっと向けてますけどね。やめてください。皮かぶった。ちょっと外してみてください、これを。
あ、これですか。そこガタがあるじゃないですか。でそのガタをなくしてきましたって言って、ガタなくしてきました。こっちとこっちどっちがいいんですか。これがそのまんま使うとこうだったんですね。ガタがあるじゃないですか。なんだ蚊が結構いる。これですか。それはいいんですよ。その皮はいい。どっちがいいか。皮剥いちゃいかんですよ。皮剥くもんじゃなくて、ちゃんと先っちょ出てるでしょ。でもなんか肝心なとこが向けてるんで。肝心なところじゃそこに被ってるのが肝心なんですか。やっぱかぶっとつ。早く確認してもらっていいですか。ちょっと渋くなったらあれだなって言って、これもうちょっとやっぱりそこ結構シビアですよね。はい、こんだけスムーズにちょっと動きに出そう。こう負荷がグッてかかった状態。これで走って馴染んだらいいかもしれないです。馴染むかもしれない。でこっちがもうちょっとクリアランスがある。あ、こっちがいい。それグッて押さえても、でそれの小沢さんの皮がテフロンの今は塩ビ系塩ビ系の皮らしくて、もうちょっと滑りがいいようにテフロン系がいいんじゃねえかっていう意見があって、滑りはいいに越したことはないですよ。なんでですか。やっぱ滑りはやっぱね、シビアな動きをちょこちょこ動き。ちょっときついやつでも塗っときゃいいんですか。あ、そうです。グリス塗っとけばいいです。これねグリスでもいいですよね、多分。だけ多分いい感じ。シリコン系かラバー系のそうですね。だけテフロンとかだとそれ自体が滑るから、そうですよね。よりいいかな。ちょっと乾いてきたらまた硬くなる。そうでグリースも場合によってね、塩ビとか同時にさせたりとか溶かしたりだからギルドの方とかは結構下に加工したベアリング、そうですよね。あれ結構効くらしくて、めっちゃいいですね。そう確かに WH1 だったらもう横方向しか基本動かないので、そうですよね。ちゃんと位置さえ出しておく。そうですね。どうですか、小沢さんの皮。ちょっと硬い。硬いと違うなちょっと違うな皮硬いって分かる。皮熱い。熱い、多分熱い。ちょっと熱い。剥きにくい。剥かなくていいぞ、ダンパつけるだけなんで。剥かないでやってもらっていいですか。さっき言った分かります、50%と前70後ろ30の後ろ70前30の間でコントロールするっていう何ですか僕のまだ足りないところで僕が目指すだから50前意識的なものだったり荷重だったり全てを含めたところでのそのハンドルに7割頼ってアクセルは3割。今はですね。でそれが常に50、50ぐらいのところから70、30ぐらいの割合で自分で前や後ろをこう意識的に振り分けれるじゃないですか。これやべえと思った時に、前に70後ろ30になりそうになったけん、後ろに70打ちそうっていうアクセルでこうコントロールして耐えましたよね。なんかそういう感じというか、そこが自由にその間でこういうところとかですね、本当はハンドルで曲げたい感じだけどアクセルで入れることによってその比率がっていう話を今日はしてました。今やってもらってるのもその話をして僕もちょっと走らせて、でまた戻った時に手本を見るためにやってもらってる。そう
手本だからちゃんと走ってもらわないと困るんです。いやー、これはちょっとどうですか、車両ですか。いやコースです。いやさっきのがそんなに良かったんですか。すみません、面白かったです。いやもうちゃんとほら見てください、あそこパンダのギャラリーがおるのを気づきました。あれ昨日夜ですね、夜中にですよ、なんか駐車場から目線感じるわけですよセブンイレブンの電気があれに反射して、あれがもう白く浮き上がってめっちゃこっち見てるんですよ。怖い小沢さんのも同じパンダカラーだったっていう。さっき走ってる時にパンダに走ってるパンダダセーなってね全然ダメじゃねえかっていうあれにもなってでもパンダはって言ってるけど実は吉沢さんの仕込みです。違いますって違いますって本当昨日夜中2時ぐらいにびっくりしたんですよ。その動画もこの後アップされるかもしれないまあこんくらい操れたら楽しいでしょうね、小沢さん。本当にねカーンとって言ってるんですやばい。のんびり帰ろうと。これやばくねえかっていうのを調べて、で宿も聞いたら、明日のチャンスが無料だった。ちょっとドリフトっぽく走ってもらっていいですか。
ちょっと楽しそうに走ってもらっていいですか。もう必死になってるのが伝わってくるんですけど。いや、久々に走りますよ。